はい、このビデオではね、リーディングストラテジーですけども、前の文と後の文は関係があるんですよというね、話をしたいと思います。多分ね、ほとんどの人が、本を読んだりすることあまりないと思うんですね。特に日本の本もそうだと思うんですけど、日本人でもね、あまり本を読まない人もいます。私は本を読むの好きですけどね。で、このリーディングの時に前のビデオでも言っているんですけど、テストを作る時にね、必ず答えとかヒントはその中にないとテストにならないって話しましたよね。それと同じで、例えばブランクの中に言葉を選ぶ問題が読解にはありますね。それをね、その問題解くときには、必ず前の文と後の文を見れば答えはほとんどわかるんですね。前の文と後の文がわかりにくいような文法を使って、文章を作るときがよくあります。前の文と後の文は関係があるんですよと。例えばね、昨日家族で晩ご飯を食べに行きました。そこでブランクがあって、先生、母、友達は日本料理が食べたいと言いました。その前に家族で晩ご飯を食べに行きましたと言っているので、家族でですから、先生と友達は違いますよね。そこで答えは母になるんですよ。前の文を読めば次は何を選べばいいのかわかる。昨日家族で晩ご飯を食べに行きました。母は日本料理が食べたいと言いました。弟は、じゃあ、ブランクがあって、すき焼き、ハンバーガー、ステーキ、この中から一つ選びます。弟は、じゃあ、何々を食べようと言いました。彼、彼女、私。このブランクがあって3つの中から1つを選びます。彼、彼女、私は肉が大好きだからです。で、またブランクがあって野菜、果物、牛肉を食べると元気が出るそうです。っていうこの問題があった時に、はじめにね、弟はって言ってます。弟は、じゃあ、すき焼き、ハンバーガー、ステーキを食べようと言いました。で、すき焼き、ハンバーガー、ステーキは、全部肉ですよね。なので、ここではまだちょっとわからないなと思うので、ちょっとキープしておきます。で、そして次に、彼、彼女、私は、肉が大好きだからですって言ってですね。肉が大好きだから、彼、彼女、私で、彼女じゃないですね。弟は男の人なので、彼か私ですけど、その前に弟はじゃあ食べようって弟が言ったことを言っているので、ここはもう彼になります。これ関係があるんですね。ここでいきなり私は肉が好きだからですね。ちょっと前の文を見るとおかしいのはわかりますかね。ここでね、彼、彼女の意味が分かっていないと、ほとんどの人はね、私を間違って選んじゃうんですね。だから、リーディングセクションでは、分かる言葉を選ぶんじゃなくって、前とか後の文を見ると、そのブランクに何を選ぶかが分かるんですね。そこをね、私っていう言葉だけは分かるから、じゃあ私にしよう。じゃダメなんですね。そこはね、本当に、イージーミスというか、リーディングが下手な人がやるミスです。で、さっき、キープしてたすき焼き、ハンバーガー、ステーキは全部肉の料理ですね。だからここは、まず答えを書くのをキープして、もうちょっと後の文にヒントがないか見ていきます。ね。前の文と後の文は絶対関係があるんです。テストでは絶対関係がある。これはもう忘れないでください。で、その後に、
またブランクがあって、野菜、果物、牛肉を食べると元気が出るそうです。野菜、果物、牛肉を食べると元気が出るそうですと。ね。野菜と果物、牛肉で前の文で肉が大好きだからと言っていますから、野菜と果物じゃないですよね。だから、ここで言っているのは、答えは文章にあるって言ったのは、例えばあなたが、いや、私はね、野菜を食べたら元気が出るというあなたのことじゃないんですよ。これ、ちゃんと理解してくださいね。だから、前のビデオでも話したのは、絶対に答えがあるっていうのはそういう理由なんです。あなたの考えとか、あなたの価値観を聞いてないんですね。そこを気をつけてください。もちろんあなたの、言語力というか、日本語力は、聞いてますけど、あなたの意見とか価値観は聞いてる問題じゃないんですね。そこだけ気をつけてくださいね。なので、この答えは、野菜、果物、牛肉だから、牛肉ですね。彼は肉が大好きだからって言ってましたから、ね、肉が大好きって言ってますから、牛肉なんですよ。ね。で、キープしてた、答えるのをやめていた、すき焼きハンバーガーステーキを食べようと言いました。で、牛肉を選べばいいんですけど、すき焼きとハンバーガーとステーキって、なんか全部牛肉っぽいでしょうね。牛肉使いますよね。ステーキはもう牛肉。で、すき焼きも牛肉なんですね。で、ハンバーガーもなんか豚肉もあるけど、牛肉がやっぱりメインですね。あれこれ全部3つとも牛肉だなと思ったら、前の文をまた見ていきます。そうすると、先に、母は日本料理が食べたい。日本の料理が食べたいって言ったんですね。そこで弟はじゃあ、を食べよう。で、これがだから牛肉の料理で、牛肉の料理プラス日本料理なので、ここは答えがすき焼きになるんですね。前の文と後の文。ね。絶対に関係がありますよと。そういうものがテストになりますよと。だからここのテストのテクニックで、一つとしては、文章を読んでいってね、ブランクが問題とか、アンダーラインがね、問題になっていて、まだわからない時があります。その時はね、適当に答えないで、一旦後にヒントが出てくるかもしれないなと思って、一旦保留した方がいいです。キープした方がいい。で、それで最後まで読むと、答えはこれかっていうのが出てくる場合もあります。で、このビデオでね、話した、センテンス、モバイルで見てる人はちょっと見にくいと思いますのでね、ビデオのディスクリプション、詳細欄に、この問題、文章、センテンスと問題をね、書いておきますので、よかったら見てください。ではね、次のビデオでまたもっと違うね、ストラテジーのスキルというかテクニックをね、ご紹介します。